We now would like to turn to our keynote speaker, Mr. Kawata Yoshiaki, Executive Director of the Disaster Reduction and Human Renovation Institute. He will share his perspectives on how the Great Hanshin-Iwaji earthquake event transformed recovery practice and what it means for strengthening recovery readiness today. Mr. Kawata, please go ahead. はじめまして、川田でございます。私、今日皆様方に、国際会議で私どもの最近の研究成果を発表したいと思います。皆さん、私は2007年に国連笹川防災賞をいただいています。日本人で今まで私だけがこの賞をいただいていますので、どれだけレベルの高い研究をやっているかということは、もう説明する必要はないと思います。で、復興はとても大切です。でも、大きな被害が起こったら復興は難しいんです。ですから、我が国では将来、南海トラフ巨大地震とか、あるいは首都直下地震が起これば、国が潰れるかもしれないという、そういう危惧を私ども研究者は持っています。でも、日本はそんな経験をしたことがないので、起こらないって考えています。そこが非常に難しいわけであります。昨年1月1日に能登半島の地震が起きました。災害関連死が減らないんです。今もう280人超えてしまっている。危険な地域に住んでいた人は能登半島地震では17万人です。南海トラフの巨大地震が起きますと6100万人です。そうしますと毎年災害関連死で亡くなる方が1万人を超える。これが10年続くというふうなことが心配しているわけであります。今日短い時間ですが、私が見つけた総転移フェーズトランジションという現象を使って事前防災をやる。これで被害を少なくしないとリカバリーはできないって考えなければいけないということなんであります。ご承知のように創造的復興ビルドバックベターザンビフォーって左の図は最近書き換えた図面であります。阪神・淡路大震災が起こった当時、この図は実は被災者の生活再建が最終の目標でした。でも阪神・淡路大震災を経験し、東日本大震災を経験した我が国では、創造的復興というのはエンドレスなんだと考えなければいけないということなんであります。なぜかと言いますと、社会がどんどん変わります。最初に10年後の目標なんて考えたって10年後にはそのような国にはなってないんであります。ということは、その時代時代に応じて変化しなければいけないっていうのが、このビルドバックベターザンビフォーなんであります。ビフォーっていうのは今からの過去ですから、起こった時じゃないんです。そういう誤解がいまだにこの創造的復興という考え方に含まれているということを大変危惧しています。これは実は阪神・淡路大震災が起こって3年後に神戸市が被災者にアンケート調査した結果です。皆さん何に困っておられますか。そうすると7つの項目が出てまいりました。そのうちの1位と2位がダントツに多かったんです。1位は住まいの問題。住宅だけではありません。住まいをどうするかという問題が被災者にとってとても大変だった。その次がつながりなんであります。人間関係、どうやって再建するのかって、これが被災者にとってとても重要な問題だったんです。ですけども、5年後に仮設住宅が撤去されて、住宅が完備されました。これで住まいの問題は5年後になくなりました。そして残ったのはつながりなんであります。つまり復興というのは経済とかそういった定量的に評価できるもので表せるものじゃないということなんであります。私たちは生き物です。ですからどうやって生活するか、これが安定しない限り創造的復興はなされていないんだと考えなければいけない。ライフラインが復興すれば創造的復興では
ないんであります。私たちはともすれば日々の生活が大事ですから、経済がどうなるかという指標で復興というものを見ていますが、それだけではダメなんであります。それはコロナのパンデミックでも明らかになりました。 G7 の国で一番感染率死亡率が低かったのは我が国です。でも一人当たりの GDP が一番少なかったのも我が国なんであります。経済的に豊かになるということが復興につながるかというと、決してそうではないんだっていう理解がいる。経済的に豊かになるだけではダメだということを私たちは考えなければいけないということなんであります。ですからかつてはこういうレジリエンスという考えがありました。このレジリエンスという考えは欧米先進国が先導しました。なぜこんな考えが出てきたかというと、我が国に起こる大きな災害に比べると被害は小さかったんです。ですから起こってからの対応をすればいい。復興もそうなんであります。被害が小さければうまく復興を成し遂げれば被害全体も少なくなるっていう考えでした。でも国が潰れるかもわからないっていう大きな災害が起ころうとしているときに、この考え方では困るわけであります。ですから起こる前に対策をやらなければいけない。事前対策の重要性が阪神・淡路大震災から分かってきたわけであります。この図は私が見つけた想定員、社会現象としての想定員の図です。想定員というのは皆さん、水は液体です。これが0度 C より温度が下がりますといきなり固体になります。氷になります。これ想定員というんです。100度を超えると今度は水蒸気になる。液体が気体になる。想定員というのはそういう熱力学の現象なんであります。身近なところでは皆様方が持っている携帯電話のバッテリー、リチウムバッテリーはどうやって作ってるかといいますと、リチウムの鉱石を粉末にしてそこに1400度のレーザーを当てて一瞬にして融解させて、その後ゆっくり温度を戻すと 100% リチウムの結晶ができます。人体のちっちゃな玉ができるんであります。これでバッテリー作ってるんであります。あるいは合成ダイヤモンドもそうなんであります。今合成ダイヤモンドの質が良くなったので、例えばアメリカ合衆国の新婚カップルのエンゲージリング 50% は合成ダイヤモンドです。そしてこの10年間天然ダイヤモンドの値段は上がってないんであります。皆さんご承知のように金とか白金は値段上がってるんでありますが、合成ダイヤモンドの質が良くなっているので天然ダイヤモンドの値段がこの10年上がってない、むしろ下がり気味だ。こういうことが熱力学で分かったわけであります。社会現象でそれが起こっていることが分かりました。しかも阪神・淡路大震災と東日本大震災という大きな災害を経験したから分かったんであります。すなわち欧米の研究者にはこんなものは見つけられないっていうことなんであります。私どもは大きな被害を2度被りました。このおかげでこの想定員を私が見つけることができました。この図面見てください。横軸は何かと言いますと、国の人口密度を分母にとってその地域の人口密度を分子にとる。例えばこの大阪神戸は国の10倍以上住んでるんであります。日本は今1平方キロに330人です。神戸は今4000人超えています。そうすると横軸は10を超える。そこで地震災害が起こると一気に上の曲線に変化するんであります。なぜか、人がたくさん住んでるところで災害が起こると何らかの原因で被害が10倍以上に膨れ上がるという現象が分かりました。1923年に関東大震災が起きました。10万5千人亡くなって 90% は木造住宅の広域延焼火災で亡くなりました。想定員が起こったんであります。あるいは東日本大震災で直後に1万7千人亡くなりました。なぜ亡くなったのか。津波が大きかったんじゃありません。
地震の後津波来るまでに30分以上時間ありました。逃げなかったんです。津波なんて来ないって。それは1896年の明治三陸、1933年の昭和三陸でも住民は逃げなかったんです。そういう想定が起こっている。今皆さんアメリカ合衆国で山火事が起こっています。ロサンゼルスを中心に起こっています。被害額45兆円です。とんでもない被害になっている。なぜか、想定が起こっているんであります。そのようになぜ大きな被害が出るかっていう原因をあらかじめ分かれば、それが起こらないようにすればいいって。ですから石破政権は2年間で我が国で防災庁を作ろうとしている。事前防災ができるんであります。ですから2年で防災庁を作って、次の南海地震とか首都直下に備えるって、これ海外にも輸出するということを考えています。皆さん、今気候変動でセーヌ川やらテームズ川、パリ、ロンドンで流れている川は過去50年間溢れたことがないんであります。でも気候変動で大雨が降るようになると溢れないっていう保証ないんであります。溢れたらどうなります。全く対策やっていないって、とんでもないことになるんであります。そういう時にこの理論が適用できるんであります。ですから私どもはこれから国際展開しようとしている。リカバリーの問題大変重要です。ですけれども、被害が大きければリカバリーは難しいんであります。被害を少なくしなければいけない。こういう研究はほとんどなされていませんでした。でも私どもは阪神大震災、東日本大震災という大災害を経験して、やはり防災研究というのは被害を少なくするということをメインにしないと、マネジメントで被害をどうかできるものではないということにもっと早く気がつかなければいけなかったということなんであります。我が国は不幸にして2つの大きな災害を経験しました。ですけれども、その災害が起こったのでこの想定員を見つけることができたんであります。ですからもちろんリカバリーはとても重要です。ですけれども、その元になっている被害を小さくする、こういうところに科学の力を働かせないと非常に難しいということも間違いありません。ご承知のようにアメリカ合衆国ではまた新しい大統領が生まれました。彼は科学的な考えがなかなか理解できない方であります。ですけれども国際防災では科学的な力を使って被害を少なくする、そして少なくなった被害を今度はリカバリーでもっと小さくするって、こういう努力をこれからやらなければいけないと考えています。大変短い時間に難しいことを言って恐縮ですけれども、我が国はこれから災害大国ではなくて防災大国として振る舞うということを私お約束させていただきまして、基調講演を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。